FPS が最短で上手くなる練習法とは？皆さん、FPS のエイム練習をただ闇雲にやっていませんか？もちろん練習すること自体は素晴らしいことですが、自分が苦手としている技能をピンポイントで練習することで上達スピードは何倍も速いわけです。今回はマウス技能の苦手を洗い出し、それを練習で克服する方法について解説していきます。今回はボルタティックのエイムジャーニーから主な5つの技能を紹介します。クリッキング。クリッキングとは単発クリックや連続クリックでターゲットを素早く正確に倒す能力を鍛えるカテゴリーで、マウスクリックを敵にエイムがあった時にいかに正確に行えるかという技能です。 CS やバロで置きエイムから飛び出してきた相手に正確にワンタップで倒す場面などが該当します。ここでは主に2種類に分類されており、スタティッククリッキングとダイナミッククリッキングの2つがあります。スタティッククリッキングはターゲットが動かない場面でいかに敵を正確に撃つことができるかを指しており、角待ちしている敵を一発で倒すシーンを指します。ダイナミッククリッキングは動くターゲットの動きを読んでタイミングよく当てる技能のことを指しています。バロラントでは正面で対峙した敵に対しての打ち合い、オーバーウォッチではファラやエコーが空を飛んでいる時にエイムを合わせる時など、単なる速さではなく敵がここに来るという未来を読んで撃つことが重要になります。トラッキング。トラッキングは敵が動き続けている間、クロスヘアをピタッと追従させる技能です。マウスをスムーズに、そして正確に動かすことが求められます。エーペックスで敵が横にジグザグ移動してくるとき、オーバーウォッチではソルジャーやトレーサーなどで敵を狙う場面などに必要な技能です。フリッキング。フリックは一瞬でクロスヘアを大きく動かし、素早く敵に照準を合わせるスキルです。主に不意に現れた敵や複数方向に散らばった敵に即座に対応するときに必要になります。いわば反射神経プラス正確性を同時に問われるエイム技術です。バロラントにおいてはマイクロフリックという言葉をよく耳にするのではないでしょうか。他にもスタティックフリックやダイナミックフリックなどがありますが、クリッキング同様敵が動いているかいないかの違いだという認識でいいと思います。ストレーフエイミング。 FPS において自分のキャラを動かしながらエイムすることを指します。敵は常に動いていますが、自分自身も動くことで弾を避けたり有利な位置に移動したりしますよね。その時に動きと照準をどう組み合わせるかがポイントになります。ミラーリングは自分が敵と同じ方向に動くこと。この場合クロスヘアをほとんど動かさなくても敵を追いやすいが被弾しやすいという弱点がある。パンチミラーリングは自分が敵と逆方向に動くことを指し、クロスヘアを大きく動かす必要があるが被弾リスクは減るといった感じで、バロラントにおけるキーボードエイムと言われる技能はこの技能とクリッキングの組み合わせなのではないでしょうか。スイッチング。スイッチングは敵を素早く切り替えながら倒していく技能です。1体の敵を素早く捕捉し、クリック、短時間だけ追いかけて倒すトラッキング。この倒すまでの時間が TTK、タイムトゥーキルと呼ばれます。バロラントで2人が続けて顔を出すシーンやエーペックスで複数の敵が近距離に固まっている時などのエイムを指しており、複合的な技能でゲームによっては敵を狙う順番なども重要になってきます。じゃあどうやって自分の弱点を見つければいいのか。まずは1試合、自分のコンペでもライバルプレイでもいいので通して録画をしてみてください。その上でデスや負けてしまったラウンドにおいて何が原因であったかを言語化してみましょう。例としてこのプレイを見ていきます。スローでプレイを見返すと明らかにオーバーフリックを2回しています。また次のプレイを見ていくとエイムが合っているのに倒せていないというクリッキングの問題。またマイクロフリックがアンダーシュートになってしまっていることがわかります。このことから自分の問題点はフリックとクリッキングの精度の低さということがわかります。このようにそれぞれデスの原因や打ち負けた原因を探り言語化し細分化するというプロセスを大事にしていくと、あなたの実力は格段と成長していくことでしょう。ここで重要なのは練習の効率です。研究によれば人間の学習はまとめてやるよりも間隔を空けた学習を継続的にした方が定着しやすいという結果があります。この研究は長期的に学習効果を高めるには分散練習が集中練習よりも有効であることを実証しました。つまるところ1日に特定の技能を3時間練習するより30分の練習を6日に分割していった方が効率的であるということ。短時間高集中で苦手をピンポイントに練習していきましょう。いかがだったでしょうか。今回は FPS における最短で上達する練習方法を解説していきました。要点をまとめると、1つ目に自分のエイムを5つの技能に分けて考える。
2つ目に試合のリプレイなど自分の苦手を見える化する。3つ目に苦手を重点的に練習する。4つ目に短時間分割練習で効率を上げる。以上になります。今回はここまで。次回の動画でそれぞれの技能についてどのようなトレーニングを行うと良いかをまとめた動画を投稿しようと思っていますので、ぜひ次回の動画も楽しみにしておいてください。また皆様の苦手な技能をコメントなどで教えてください。まだ動画が完成していないので、皆さんに最適なメニューを提案できるかもです。そしてこのチャンネルでは他にも姿勢、目の使い方、反応速度など FPS の技術向上に重要な動画をアップロードしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。そして皆様にご報告と感謝を。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。皆さんのおかげでこのチャンネルは登録者3000人を突破することができました。ここまで応援してくださった皆様には心から感謝しています。これからも論文や研究をベースに FPS がもっと楽しくもっと強くなれる情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして今回最後まで動画をご視聴いただいたあなたに感謝の気持ちを込めまして、チャンネル登録者3000人記念コーチング企画を実験的に行っていきたいと思います。対象タイトルはオーバーウォッチ2、バロラント、エーペックスを予定しています。応募にあたっては以下の内容を添えてメールをお送りください。投稿当日からすでにたくさんのご応募をいただいており、本当にありがたい限りです。ただし募集人数には限りがあるため、選考となる点をあらかじめご了承ください。選ばせていただいた方には後ほどメールにてご連絡差し上げます。これからも皆様の実力向上のお手伝いができればと思っています。次回の動画もぜひお楽しみに。それでは次回の調査でお会いしましょう。バイバイ。